世界一わかりやすいガルブレーナの要点解説です。スキル回しの実演、回しの解説の順でお届けします。まずは早速スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場、恩返しスキル、通常攻撃連打、強化共鳴スキル、共鳴解放、通常攻撃連打、収装スキルで交代。これで OK です。私がこれまでにご紹介したキャラの中では過去一シンプルな回しです。それではスキル回しの解説です。ガルブレーナには3つのゲージがあります。予炎ゲージ、魔炎ゲージ、浄化の炎ゲージです。HP バーの上にもなんか白いゲージないと思うかもですが、これは気にしなくて OK です。まず予炎ゲージそのものについては正直これも気にしなくて OK です。というのもこれは自分含む味方それぞれが恩返しスキルを使うたびに溜まっていくもので、この溜まり具合に応じてガルブレーナの余ダメージが上がります。恩返しスキルは意識せずとも普通に使ってるでしょうし、意識したところで使える恩返しスキルの回数には制限があるので、予炎ゲージを貯めようという気持ちというか、ガルブレーナが編成にいるときは恩返しスキルを余さず使おうという気持ちでいれば OK で、予炎ゲージそのものを気にする必要はありません。残り2つのゲージですが、魔炎ゲージも浄化の炎ゲージも同じものです。というのも魔炎ゲージをマックスまで貯めてから強化共鳴スキルを使うと、それが浄化の炎ゲージマックスに変換されるので、それを消費して強い攻撃を繰り出す。終わったらまた魔炎ゲージを貯めるという繰り返しだからです。じゃあゲージの名前変えなくていいじゃん。というわけで以降単にゲージとだけ呼びます。冒頭のスキル回しを分類すると、ここがゲージ貯めるフェーズで、ここがゲージ使って強い攻撃を放つフェーズです。という全体感を押さえた上で改めてスキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場し、まず恩返しスキルを使います。さっき言った通り恩返しスキルを使えば使うほど余ダメが上がるのでさっさと使います。ただ実際に余ダメが上がるのは強化共鳴スキル後なので、実際には強化共鳴スキルまでに恩返し使えば OK です。というか逆に強化共鳴スキル後に恩返しスキル使っても余ダメ上がりません。注意しましょう。通常攻撃連打のところですが、ややこしいこと全部無視して一言で言うと、ここのゲージが溜まりきるまで連打すれば OK です。ゲージが溜まったら共鳴スキルが強化されるので、使うと強化モードになり余ダメが上がります。さらに共鳴解放を使うと、この強化モード中の余ダメがさらに上がります。なんとなく共鳴解放を使うと強化モードになると思いがちですが、実際は違くて、正しくはゲージマックスで共鳴スキル使うと強化モードに入り、そこでさらに共鳴解放を使うと強化モードの余ダメがさらに増すという仕様です。ちょっと不思議な仕様ですね。共鳴解放を使って強化モードをさらに強化したら、あとはゲージが尽きるまで通常攻撃ぶっ破し、収装スキルで交代します。めっちゃ簡単ですね。スキル回しのメインの説明は以上です。ここからは細かい補足を5点。回しが簡単な分ちょっと補足がいつもより多めです。補足1点目、便利な回避行動について。ガルブレーナは回避行動を取った時に回避に成功すると通常攻撃の4段目に派生するし、別に回避に至らなかったとしてもそれはそれで通常攻撃のコンボを切らさずに続けることができます。回避行動を取ることのデメリットが少ないですね。当然回避にはスタミナを使いますが、ただ最終コンボまでつなげるたびにスタミナが若干回復する特性もあります。というわけで危ないと思ったら軽率に回避行動を取っちゃいましょう。補足2点目、謎の白いバーについて。ガルブレーナは特定の攻撃を発動すると内炎というスキルにより4秒間攻撃力と中断耐性が上がります。攻撃力アップ量はプラス 20% とかなりデカめ。白いバーはこの内炎の効果時間を表しているものですが、冒頭ご紹介したスキル回しを見ていただくと分かりますが、このスキル回しをしとけば完全ではないですが内炎状態が切れることはほとんどありません。なのでぶっちゃけ気にしなくて OK です。これに関連して余裕あれば頭に入れておくといいのが、地獄渡りというかっこいい名前のスキル。ガルブレーナは自分のスキル発動中かつ地面にいる時に回避行動を取ると地獄渡りを発動し一定のダメージを与えます。この地獄渡りでも内炎効果を得られるので、内炎切れそうと思ったら回避行動を取り地獄渡りを発動させると良いです。補足3点目、アルファベットについて。ガルブレーナが敵を攻撃するとその敵に謎のアルファベットのデバフがつきます。これは獲物を狩り尽くすという固有スキルで、ガルブレーナがいろんな攻撃を当てるたびにガルブレーナによる攻撃の余ダメが上がるデバフをつけるというものです。今言い方まどろっこしかったと思いますが、雑に言うといろんな攻撃を当てれば当てるほどその分余ダメ上がりますってことです。
いろんな攻撃ってのは一個一個言わないけどこれらで最大で4種類までスタックします。冒頭ご紹介した単純なスキル回しでも十分運用できるんですが、いろんな技を組み合わせて攻撃するとよりよだめが上がるってことですね。補足4点目、相性の良いキャラについて。さっき気にしなくていいと言った音階スキル使うとたまるマエンゲージですが、具体的には音階スキルを計5回使うとマエンゲージがマックスまでたまり、よだめアップ効果も最大になりますが、パーティー内で普通に一巡スキル回しをすると、一巡の中では音階スキルは各キャラ1回しか使えないので、結果として全体で3回までしか使えません。じゃあ音階スキル5回も使えないじゃん、マエンゲージマックスまで貯められないじゃんと思うかもですが、ここで役に立つのがカンタレラと今後実装される9円です。この2人は音階スキルに加え音階スキル扱いとなる攻撃を持っているので、通常攻撃よりも多くマエンゲージを盛れるためガルブレーナと相性丸です。2人とガルブレーナを編成するときはそういうシナジーがあることを認識した上で、音階スキルだけではなく音階スキル扱いの攻撃も打ち漏らさないようにしましょう。補足5点目、銃撃の使用用途について。珍しくシンプルローテに銃撃の字の字もなかったですが、通常攻撃が近距離用の攻撃であるのに対し銃撃は中距離用の攻撃です。長押し失敗で最大3弾まで発動しますし、これはこれでゲージを貯められます。なので距離取って安全に戦いたいときは銃撃を使っても良いかと思います。補足は以上です。なお、おすすめ音階とか育てるスキルの優先度は、せっかくゲーム内の攻略サイトに記載があるんだからそっち見ようの精神で割愛します。解説以上です。いかがでしたでしょうか。名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向けに動画を作りました。こんな感じで今後実装するキャラは基本的に同じようなあっさり味の攻略動画を作ってまいります。今回のキャラの使用感、動画への忌憚のないご意見ご感想をお待ちしております。家なしだらは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する解説動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。また作成した動画の速報、動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おついえなし。